86キロ。ナンバー840岡村和義の登場。102キロ。さあ岡村。合わせる岡村をしっかり合わせた。嘘でしょ。Hey everyone! 皆さん、ヤシオファクトリーの YouTube チャンネルへようこそ。今日はちょっと雰囲気を変えて We're in a very different atmosphere here.でも今日ちょっとインタビュー形式で岡村さんにクエスチョンし合いたいと思います。で、岡村ちゃん YouTube を見てる人がみんな思ってると思うんですけど、I think everyone who's watching this channel is actually wondering, he's already busy, すでに忙しいのになんで YouTube? Why do you want to start YouTube right now? なんでですか？まあね、いろいろあるわけよ。今からね10年ぐらい前の話なんだけれども、っていうドリフト大会があって、それが、内部分裂して2つに分かれたんだよ。でその時の、影の首謀者っていうことになぜかされて、俺がそのから追放、メディアも追放みたいな、そういう形でしばらくの間ずっと俺はメディアに露出することを拒まれてる。まあ別にそれはそれで良かったんだけれども、まあまゆみと知り合ったのは今から4年ぐらい前だからそういうことは知らないと思うんだけれども、っていうことでメディアに出なかったっていう時期があったからこそ、例えばそのサムとかマユミとか知り合ってオーストラリア行ったりとかっていうこともできたのかもしれないよね。実は今日スペシャルゲストがおります。サムさん、ようこそ。よいこんにちは。ずっとね隠れてたよね、後ろでね。連れてきちゃいました。スペシャルゲストなんスペシャルってほどのゲストではないと思うんだけれども、まあそういった流れから俺は稲田大二郎っていうおじいさんと土屋圭一っていう元、ドリキン土屋圭一だよねについてったわけよ。でまあドリフトマッスルっていう大会だったんだけれども、まあいろいろ陰で手伝ったり、いろんなことした。大会自体がやっぱりほどお金もかからないし、その登竜門的な、去年サムなんかも出たけれども、そういうクラスもあったり、まあ実力がある一番上のクラスとかもあったりとかで、実にこう理にかなった大会で、素晴らしかったんだよね。で俺なんかも一生懸命大会にも出たこともあったし、そういう素晴らしい大会が 2,3 年前になんかこう空中分解して、去年の10月ぐらいかな、なんかいきなり、2019年で消滅しますみたいなものを聞いた時にね、すげえショックで、やっぱり思い入れがあって一生懸命応援してた大会がなくなるっていうのは、やっぱりねすげえこうなんかぽっかり心に穴が開くというか辛かったし、まあ最終戦12月に大会出てみてね、ああやっぱもう終わったのねっていう思いで、なんかこれ他になんかやりたいことがないのかななんて考えてた時に、まあ2年ぐらい前から
なその DVD を作ってた会社がまあご時世なのか時代の流れなのか、その YouTube っていうところになんかこう切り張りしてポンポン上げるようになってきて、でまあ俺のコンテンツなんかも全然なんかこう無断で使われてるわけよ。でそれを見てね、なんかこうさすがに20年前にやってたことなんで、今の時代とは若干こうチューニングの内容とかも違ってきてるし、そういうのを見てて、これってやっぱり俺が出てるのになんか言ってることがちょっと違うこともあるなっていうのを、だったらなんか自分で YouTube で配信したら面白いのかななんて思ったのがきっかけなんだよね。はいはい。なるほどね。じゃあなんかこれから何かこう新しいことをチャレンジ、将来のなんか夢みたいなビジョンみたいなのあります？将来っていうのはサムとかマユミたちの世代の人が言うことであって、俺なんていうのはもう今すでに将来だから、将来の上に立ってるから将来ってこともないんだけれども、まあ、俺のことを、応援してくれる、まあ、メーカーたちがたくさんではない、すごい数少ない、そういう人たちがいるわけね。でそういう人たちっていうのはもう何十年もう俺とずっと一緒にやってきた人たちなんで、そのいい悪い平気で言える仲なのね。本音でこういうものはダメだよとか、こういうものを作ろうよとか、そういうことを言える中のそのメーカーたちなんだけれども、そういう人たちとなんかこう一緒にいいものを作れたらなとか、そういう風に思ったりもしてるし、またその俺を応援してくれてるシルビア乗ってる人たちのために、まあいろんなことをやっていきたい。例えば、今年は NA チューンに力を入れたいわけね。NA チューンっていうのはどこもあんまりやってないし、かといってシルビアって LA の車もいっぱいいるんで、そういうものを1台こうちゃんとした車をバッチリ作りたいわけ。それに例えばドリフトで言うとね、もう日本だけじゃダメだよ、やっぱ世界行かないと。そうですね。62歳になってね、世界のドリフト大会出たなんて言ったら笑っちゃうでしょ。そういうこともしたいし、それからワールドタイムアタック、あんなんだってね、夢じゃないと思うんだよね。いや、そうですね。だからそういうことをこういろいろやってって、それをこうなんて言うんだろう、記録にできたらいいなっていうふうに思うわけね。でこのその YouTube でもちろんこれ YouTube っていうのは、いくらかお金になるわけだから、そういうお金をその俺が作る車だったり、いろんなチューニングの方法を開発をして新しいパーツを作ったり、そういうところに使ってみんなにこう還元できたらななんて思ってます。素敵です。すごいです。最後にこれまでに参戦してきたレースとかの記録とか、その辺のお話も多分知りたい人たくさんいると思うんですけど、その辺紹介してもらえますか？もともと俺はタイムアタックというか、もともと本当に18、19の頃はジャフ戦のレースに出てて、基本車にレースに出るのがもう大好きで、レースに出たいっていうところからチューニングに入ってったんだけれども、もちろんタイムアタックだったり、そこからスタートだったわけね。で平成12年ぐらいだったかな、12年とか13年頃に、筑波サーキットで57秒6とかっていうタイムを出したんだけれども、
に轟くアンダー鈴木だってまだ1分2秒とかそういうレベルで走ってた頃に57秒台で走ってたわけよ。であまりにも周りがついてこなさすぎてそこでつまんなくなってドリフトに移ったわけでそこからドリフトを始めたわけだけれども本当にその権利を取るためにもものすごい大変でなかなか取れなかった。でのライセンスを2年ぐらいかけてやっと取ったんだけれどもそこから、ストリートリーガルっていう大会に出るようになってで5戦目ぐらいでなぜかねオートポリスっていう高速コースでね優勝しちゃったんだよね。これもなんかびっくりというか才能というか笑っちゃったんだけどもでまあその後ステップアップをしたりしてまあいろんな大会にも出たんだけれどもスーパー耐久っていうレースに、まあ、ポルシェで出たんだけれどもまあその翌年だったかな翌々年だったか忘れたけれども日本で最高峰と言われてる GT 選手権っていうレースまで出たのね。で GT300 クラスっていうクラスに出たんだけれども、まあ確かに成績云々というよりも、そこに出たっていう記憶は残したのかなっていう。でそれからまあドリフトマッスルっていう大会でまあ優勝もしたしまあ今60歳を超えてもいまだに筑波サーキット、スゴいろんなところでタイムアタックもするしレースもするし今年もドリフト大会も出る、そんな62歳かな。はい、素敵ですね。まあ応援してくれてるメーカーというそういう言葉が出てるんですけど、まあ、そこについてちょっともう少し詳しく聞いてもいいですか。例えばねニスモ天下のニスモだよ、天下のニスモでも昔はレースでは特筆してたけれども25年前なんてチューニングとしてのメーカーとしてはねそんなにハードっていうイメージではなかった。でこれはニスモとはそんな頃から付き合いがあってニスモのツインプレートのクラッチをつけて04に出てたんだけれどもまあ周りのショップはみんなバカにしてたよ。ニスモなんてそんなパーツとかっていう風にみんな言ってたけれどもこれが実にクラッチの右とか軽くてすごい乗りやすいわけ。それでね俺04なんてそんなにやってた人じゃないんだけれどもいきなり11秒台出したりしてねみんなびっくりしてねニスモってすげえじゃんみたいな。そんな頃から俺はニスモのクラッチとかのテストもしたりレフのテストもしたりとかっていうこともしてたわけよ。エッジケースっていうさ今ほらもうエッジケースって言ったらこのドリフトじゃなくてそのチューニング業界としてのさなんかこうリーダー的存在ですごい会社なんだけれどもまあ今はなくなっちゃったけれども長谷川博之っていう社長がいたんだけどねその社長がすごい俺のことを可愛がってくれてもう岡ちゃんひろちゃんなんていう間柄だったのね。で1年に2回ぐらいかな、富士宮っていう静岡県富士宮っていうすごいこう海抜が高いところにいるから下界の様子を教えてくれ頼まれて年に2回ぐらいはね遊びに行くわけよ。これ遊びに行くってこれ仕事なんだよ。来てくれって言われてでまあ半日ぐらいこういろいろ社長にこうだああだっていろんな話をする。
内緒なんだよとか内緒の話をボロボロ俺に言うわけよ。で最後帰る時になるとね、俺の Z にその頃 Z33 乗ってたんだけど、ハッチを開けてもういきなり何も引かないのに泥だらけの今朝引っこ抜いてきた大根と白菜がいっぱいあるからっつって、もう山のように俺の車に積んでくれるわけよ。もう車の中泥だらけなんだけれども、で普通ね、そんな自分が作った野菜とかそんなものをくれるなんていうことは、これ本当もう上場してる会社の社長だからね。そんな人がそういうことをしてくれるってよっぽど俺のこと好きだったんだなと思うし、俺も社長のこと大好きだったし、まあそういう話もあったよね。そうですか。まあこれからもね、おかちゃん YouTube から皆さん目が離せないと思うんですけど、なんかちょっとメッセージか何か。そうね、俺の場合はいつもね、この野郎とかこんちきしょうとかってそういう思いでずっと今までやってきたんで、これからも数少ない俺のほんと少ない友達のためにとか、俺のことを応援してくれるシルビアノリのために今年も暴れるから、みんな見てくれよ。お願いします。バカ怪人です皆さん、この動画見てありがとうございます。ねえねえねえ、忘れてないね。チャンネル登録とライク、コメント、本当に奥ちゃんいつも見るね、コメント、あなたのコメントすごいね、すごい嬉しいね、奥村さんじゃあありがとう皆さん、来週またね、バイバイ。いいじゃない？すごいね、サム。大丈夫でしょ？慣れてる。